さて、今回は 4×4 の組み立てに挑戦です。オレンジと黄色と赤がよくわからないことになってますが、これは職場の先輩にいただいた、ルービックスブランドのリベンジです。今回は Amazon で買った 4×4 を組み立てます。用意したのはビニールテープ。ダイソー製ですが、セロテープだと潤滑剤がついてると、粘着力がかなり落ちるのと、ガムテープだと粘着力が強すぎて剥がしづらい。あとはビニールテープを切るハサミですね。ビニールテープだと、引っ張って貼ると縮める方向に、力が働くので都合が良いです。あとはマイナスドライバーとか、ピンセットとかがあると便利だと思います。まず、このコアのネジは一切外さずに始めます。この四角を丸にはめて内部パーツをはめていきます。隣接する2つのセンターの四角を丸にはめます。こことここの間にはめていきます。はめるパーツは小さい内部パーツ以後、柿の種。2つに挟まれた、大きい内部パーツ1つです。この3つでワンセットなのですが、柿の種は場所を移動すると、向きを逆にする必要があります。はめていきますが、右手は2パーツ持ってます。左手だけで四角を丸にはめないといけない。とりあえずここにはまれば OK です。できるだけ柿の種がある方に寄せます。ここが密着してないとうまくいかないので、密着させて上に隙間を作ります。そこに柿の種の向きを合わせて滑り込ませます。一つ目はバネが緩いのと障害物がないので、結構楽にはまります。裏を返せばあっさり外れます。言ってるそばから外れます。はめ直し。今回は難易度を理解しやすいよう、あえてカット少なめです。はまった。左下の四角が丸から外れてる。はまった。ここをビニールテープで留めてしまいます。口述しますがテープは切ってから貼った方が無難です。すでに右側の四角が丸から外れたり、危ないことになってます。引っ張りながら貼ると間が開かない。テープがパーツをこっちに引っ張ってくれます。ここを下面と考えて、隣に内部パーツをはめていきます。また、最初に2パーツを組み立てます。四角を丸にはめて、下センターの方に柿の種を入れてはめます。
上に柿の種を差し込みます。入れる向きを合わせましょう。あっさり入りました。できるだけ綺麗に並べて、ビニールテープで留めてしまいます。先に切った方が崩壊しにくそう。クロス面センター側から貼って、最後は引っ張りながら貼り付ける。これで2つ完成です。次はここですね。同様に2パーツを先にはめます。補強している方に柿の種を持っていきます。補強している方はどんどんつまむ隙間が減っていくから最後の柿の種が入れにくくなります。補強していない側で最後の柿の種を差し込む。四角を斜めにして隙間を空けます。入りました。ここはもう補強しません。下面の最後の一つです。二つを組み合わせて、柿の種をクロス面側にする。空いている上側で柿の種を滑り込ませる。入りました。できるだけズレをなくします。ここまで来るとかなり強度があります。テープで補強していない側から組んでいきます。内側の足がとんがっている方がネジに向くように。テープが邪魔ですね。方向を確認して差し込みますが、テープはめくっていきます。剥がしてしまってもいいですが、万全を期したい場合は、完全には剥がさない方がいいでしょう。次のセンター用に剥がします。方向を確認して差し込みます。白面を下にして、エッジを入れていきます。白緑エッジ。足が向かっている方向がネジのある方向。緑の右はオレンジ面。白オレンジエッジを入れていきます。緑の対面なので青ですね。
白緑エッジが一つ外れたので直します。次は白赤エッジ。1段目の最後として4コーナーを入れます。いやいや。1段目完成です。2段目を作っていきます。緑センター2つ。オレンジセンター2つ。青センター2つ。赤センター2つ。下から2段目なので右上に向ける。エッジを入れていきます。足が上を向くように。3つ目までは入るんですが、4つ目を入れるとこうなることがあります。ドリフのコントじゃないんだから。引き出しを閉めると、別の引き出しが飛び出てくるみたいな。ということで、そのエッジは後回しにします。補強のテープはもう意味がないので剥がします。ここに内部パーツを1周分作ります。2パーツをセットで入れます。柿の種は左にしました。最後の柿の種を右側に滑り込ませます。向きを確認してから入れましょう。入りました。次の場所です。エッジが外れてたので直します。緑センターはめ忘れた。内部パーツを2つ組み合わせて、柿の種を左にしてはめます。センターとかエッジがポロポロ外れますが、外れたらはめればいいです。ということではめます。この緑センターは今のをはめる前に、直しておくべきだった。今からだとはめにくい。直りました。柿の種を右に滑り込ませます。この向きで合ってますね。手前の柿の種がセンターとずれてますが、緑側を押し込んだので、反対側のセンターが上がっちゃってます。その辺を微調整します。
中段3つ目。ここもオレンジセンターはめ忘れ。2つのパーツを柿の種を左にして差し込む。押し込む時に反対側が上がらないように押さえます。入りました。はめ忘れていたオレンジセンターを直します。内部パーツはめる前にはめとけばよかった。反対側が上がらないように押さえましょう。右側の柿の種を差し込みます。入りました。ここまで来ると最後のエッジを入れても飛び出さなくなります。同様に内部パーツ2つを差し込んで、かなり出っ張ってます。右側の柿の種を差し込みます。入れた側と反対がずれてないか確認します。平らにします。職人の気分。こんなもんでしょう。下に寄せてしまいましょう。これで下の2レイヤーはかなり安定します。ここまで来たらまず崩壊しませんが、念のために補強するならこうですね。下2段分をいっぺんにテーピングしてしまいます。置いて回した方が安定しますね。最後はちょっと余らせてカット。テープはもう使いません。剥がす時を考えて折り返しておきましょう。安定していますね。2段目完成です。上から2段目を入れていきます。緑センター2つ。上から2段目なので下向き。オレンジセンター2つ。まあ、おかしかったら90度ずらしましょう。青センター2つ。青オレンジエッジも入れます。足が向かっている方を下に。赤青エッジも同様。赤センター2つ。赤緑エッジ。
オレンジ緑エッジ。3段目完成です。最後に内部パーツで上にクロスを作ります。四角を丸にはめて、内部パーツを2つ持ってきて、ここのレイヤーは柿の種だけを先にはめられます。下側になる場合の柿の種の向きを確認します。こうですね。なのでその向きで柿の種を置きます。今これを入れたので残り3箇所も同様にします。カメラに映ってない。4つはまりました。残る内部パーツは4個ずつになっているはず。1つずつ持ってきて、大きいパーツを先に差し込みます。上に柿の種を差し込みます。この辺から指を動かせる範囲が狭まってきます。あえて難しさを伝えるため、ノーカットで。右にひねらないと差し込めない。結局ドライバーで押し込みました。揃ったものを後ろに移動。次も同じです。大きい方を先に入れて、全然入らないと思ったら四角いのが邪魔してました。後ろからあっさり入る。後ろ側がはまっているから隙間が大きいんですかね。ここに柿の種を差し込みます。でかいのがずれたので修正。奇跡的に短時間で入った。そこをまた後ろにして、右側に入れます。大きいのを入れて、柿の種を差し込みます。あっさり入った。最後の難関です。指を動かせるスペースは少ないし、覗き込む隙間も少ない。
他の3つがはまっているので隙間が大きいようですね。スカスカな感じです。これではまってるんですね。柿の種を入れるときに大きい方が外れやすい。結局ドライバー使ってますが、ピンセットがあれば楽勝なのでは？はまりました。あとはずらすだけ。全部の位置を微調整します。コーナーから入れていきます。1個目。2個目。3個目。4個目。エッジを入れていきます。黄色緑エッジ。これだと上が緑面でした。だから左右が逆。こうでした。入れるときに柿の種が邪魔してたら移動する。きついことがありますが、入らないということはないので入れます。入りました。赤黄色エッジ。青黄色エッジ。柿の種は左に寄っている。柿の種をずらす。オレンジ黄色エッジ。柿の種を移動する。あとは4センターで終わり。とんがっている方向を中心に向けて差し込みます。柿の種をどかします。できた穴に差し込みます。上から押すと入ります。柿の種をどかします。できた穴に差し込みます。こんな感じですね。上から押すと入ります。柿の種をどかします。できた穴に差し込みます。上から押すと入ります。ラスト。柿の種をどかします。できた穴に差し込みます。上から押すと、一発ではめて、
ドヤ顔する予定が、入りません。吹っ飛びます。柿の種がずれてます。最後の一箇所なので最大まで広げても普通の大きさ。そして入らない。またずれてます。柿の種が下にめり込んでる。なんで入らないかなぁ。ここの隙間を開けるには、ここが固定されてると無理なんじゃない？もう固定する必要もないので剥がします。右側にそう回すと柿の種が動きますね。上にそうでも柿の種が動く。これなら入るんじゃないかな。カチッといったのに綺麗にはまっていない。柿の種をずらす。入った。4段完成です。あとは各面が動くか確認したら終わりです。ということで、今回はフリートークに書き込みがあったので、急遽 4×4 の組み立て方の動画を作ってみました。フリートークってスマホだと見れないんですかね？書き込み通知があったので見に行ったのですが、スマホではうまく見れなかったので、PC で確認しました。内部パーツを組んでも、すぐに崩壊してしまうとか、お困りのようでしたのでこの動画を作りました。何かのヒントになれば幸いです。また何かリクエストがありましたら、フリートークや、適当な動画のコメントで、教えてください。それでは長くなってしまいましたが、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。